こんばんは。相手の血をチューチューしたいということで、今回はグリクシス・ヴァンパイア吸血鬼デッキで遊んでいきます。いわゆる三種の神器的な霊血の収穫者、死体鑑定士、鏡ありのブーワをメインに据えて、欲深き者エブリンで相手に対して瞬足でブロッカーを増やしたりとかしながら手札のアドバンテージを確保していく。そんなデッキですね。メインには書き消しをちょっと多めに入れて、クリーチャーやその他の呪文両方に対して対応できるようにする。で、呪文貫きや否認、軽蔑的な一撃でサポートして相手の序盤の動きを邪魔をするという感じですね。除去呪文は電圧の練りや冥府の掌白、食肉かき虐殺事件、税血の収穫者や鏡ありの偶話でアーティファクトを出すことができるので、電圧の練りの除去範囲も結構広い、そんな形になっています。サイドボードはお相手がクリーチャー型であれば、冥府の掌白や索白、ロルス、食肉かき虐殺事件、そんな感じのカードをプラスしていく感じですね。早い展開になりやすいので、カイトや聖断の銀行破りとかは抜いてもいいのかもしれない。当然、打ち消しもね、お相手の出してくるカードの範囲を見極めながら抜いたり足したりする。そんな感じですね。グリクシス・ヴァンパイアはどちらかというとサイドボード後の対応力が高いように思いますが、まだまだちょっと私は使いこなせてないかもしれない。ということでね、練習がてら対戦潜っていきましょう。もしよろしければアドバイスやデッキとかコメントいただけると嬉しいです。それでは対戦いきましょう。ドカーン！ジョモレカセブンさん、よろしくお願いします。お相手が先行。土地が3枚あるけれども、初手は動けないですね。お相手はアゾリウスからの赤、ジェスカイカラー。打ち消しとかも唱えれるから、しばらくはマナを立てながら動いていきましょう。道元の反復。一旦呪文貫きしておきましょうか。3マナ目。プレッシャーかけに行きましょう。お相手動いてこない。じゃあとりあえずパンチ。お相手は土地が事故ってるみたいですか。じゃあ表現な反復。表現の反復は使わないで。でもそれだったら土地持ってきた方が良かったですか。ケーキ希望。OK。聖断の銀行破り。お相手青マナ使い切ってますからね。さあ、お相手4マナ。死体鑑定士。これで、ドローと打ち消し。両方とも構えられますね。大勝ち。これは打ち消しときましょうか。アドバンテージが大きい。
そのまま攻撃しますか。さあ、湧いて5マナ目。そろそろ黄金化をケアしないといけない。カードを引いていきましょう。さらにザンダーの拠出使って、湧いて対応がある。予想外に授かり物。まあ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 。エブリン。なるほど。瞬足持ちなんで、相手のターンを出した方が丸い。死体鑑定士を出す手もあるけれども、エブリンを構えておきましょうか。さあ、湧いて。マナがたくさん。怖い。ああ、錬金術師の計略、切削か。なるほど。湧いてもう1ターンですね。ただ相手に動く手段はないみたい。黄金化のドラゴン。トップ引いたのかな。まあ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 。殴ってくる。ここでエブリン出しましょうか。どうしようかな。打ち消しがなさそうだった。であれば電圧の練りで処理しちゃいました。4点パンチ。打ち消しがあるか。大勝ち。なるほど。引きに行きましたか。まあまあでもセシーリの防具を打てる。死体鑑定士を先に出すのも OK。やるな。ありがとう。死体鑑定士出しちゃおう。黄金化のドラゴンを除外してカードを引きに行きましょう。まあ、土地持ってきますか。赤マナ。パンチ。エンド。さあ、どんどんエブリンでカードが増えていく。ドラゴン。予想外の授かり物を持ってたのは大きい。表現の反復。カード引かれる前に予想外の授かり物を使って打ち消しチェック。はい。じゃあ電圧の練りで処理していきましょうか。さあどうだ。おい、青マナ出す。打ち消しがありそうかな。4マナ。6マナ。オッケー、通った。そう。もう1枚黄金化とかあるパターンでしょうか。よし、対戦ありがとうございました。さあ、3戦目ですね。とりあえずジェスカイドラゴン向けには打ち消すをちょっと多めにしてます。電圧のエネルもね、相手に刺さることが多い。3マナ。否認は2枚もいらないかな。エブリン。まあエブリンを抜かした方が良かったかな。まあ、鏡ありの偶話でうまくマナカスクが出るきればということですが、否認を構えれてるのは大きいですね。相手
手の妨害品はどんどん増えていく。まあでも、ここは鏡ありの V1 の出しどころでしょうか。焼いてくるか。焼いてこない。さあ、湧いて3マナ。厚み蹴りはすぐには使えないかな。君もちょっと抜かしておきましょうか。軽蔑的な一撃が引きたのが美味しいですね。さあ、ゴブリンシャーマンで攻撃。OK。さあ、湧いて次で5マナ目。動いてこない。じゃあエブリン出しちゃおう。あんまり吸血鬼がいないデッキなんで、どこまでエブリンが有効かっていう感じかもしれない。まあでも死体鑑定士とかいるね。いや、これはこのまま殴り切れそうかな。殴りはまだ出さないでおきましょう。さあさあ、ターンエンド。黄金化のドラゴン。軽蔑的な一撃で処理しましょう。お相手が打ち消しを使ってきたら、書き消しもありですね。デスカイデッキは、とにかく、軽量スペルどんどん連打して1キロ狙ってくるので、モンスターを定着させないようなサイドボードにした。燃えたら地獄はちょっと嫌ですね。まあ、追い勝ちを捨てときますか。お相手、黄金化のドラゴンがいるので、結構警戒はしないといけないですね。まあでもパンチ！マナがどんどん溜まってくる。ターンエンド。さあ、次のターン。あれですね。黄金化のドラゴンは定着させてから冥府の掌握を打つべきか。さあさあ。振り止まりの命令。ここで打ちましょうか。燃え殻地獄。これも打ち消しちゃおうか。ほら。さあ、湧いて。返せるかな。2マナ。で、もらっていく。まあ、あとはラグベアも作って、フルアタック。対戦ありがとうございました。クオリオカスポさん、よろしくお願いします。お相手がエスパーデッキの3戦目になっています。さあ、土地が5枚だけどちょっと重い。こっちの方だったら戦える。キキジキ。いやー、電圧の襟をなくしておきましょうか。さあ、ザンダーの輸出。相手は5色揃いましたね。脅迫を打っていきましょう。移民が来る。まあ、よしよし。ここに打ち消しを使ってくれるなら、よしと考えますか。さあ、呪文貫き。
これは得しましたね。さあ、3マナ目で、鏡屋の笛は、加えて婚礼の発表。サンダーとエブリンを捨てちゃいましょうか。いいですね。とりあえずアタック。ブロックはしない。じゃあ、しずきカイトでカードをドローしていきましょう。2マナ持ててるのが非常に大きいですね。おーっと、訓練の発表。こちらは否認しましょう。うまいことね、相手のエンチャントとかに対応できましたね。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。結構ね、1戦目は落として2戦目3戦目取っていくという感じのデッキなんですけれども、割とコントロールデッキとよく当たるおかげで呪文貫きや金など打ち消し呪文をね、多めにメインの方から投入しているのが意外と刺さりましたね。サンドボーディングの時にちょっと加減が難しくてですね、髄血の習慣複写や死体鑑定士の枚数を減らしたことがあるんですけれども、それをするぐらいならエブリを抜いた方がいい、そういう場面も結構ありました。特にお相手が軽蔑的な一撃を入れてくるような場合は、エブリンを抜くことで3マナ以下の動きを多くしてお相手を叩いていくと、そういう感じの展開の方が強いことが多かったような気がします。それではご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネルフォロー、高評価よろしくお願いします。それでは皆さんまたいつか。バイバーイ。